皆さんこんにちは、タサン島です。今日は、付け合わせの一つになるんですけども、マッシュルームのソテーをご紹介します。はい、これは、煮込み料理の、トッピングにしたり、スープの浮き身に使ったりできます。はい、では作っていきたいと思います。はい、今日はマッシュルームを使っていくんですけども、もし代用するとしたら椎茸とかエリンギとかちょっとコロコロっていう感じに切れるキノコで代用ができます。そして、ベーコン、今回は、塊のベーコン使うんですけども、スライスしかないよっていう方はスライスで代用できるので、はい、同じように作ってみてください。スライスだとちょっと焼く時間が変わってしまうので、入れるタイミングは調整してください。はい、ではまずフライパンに油をひいておきます。大きさはきのこを切った時に全部ちょうど広がるぐらいの大きさのものがいいかなと思います。はい、だいたい大さじ1杯から大さじ2杯まではいかなくてもいいんですけど、大さじ1杯強みたいなぐらいの量です。はい、マッシュルームは、結構きのこって水分が多くて、火が入るとその水分が抜けて小さくなるので、このくらいの大きさだと半分くらいでいいかなと思います。ただ使う用途によっては小さく切りたければ小さく切ってもらってもいいんですけど、断面積というか断面の数が多くなれば多くなるほどやっぱりそこをちょっと焼きたいので、少ない方が楽に焼けるかなと思います。でこういうとこは気になれば取って、はい、気になる人は取ってください。あと綺麗だったら、そうだ、これ綺麗だからちょっと忘れてましたけど、きのこはこれとかそうですね、ちょっとこういうふうに土がついてたり、あと種類によってはすごいがっつりこういうのがついてたりする時があるので、水で洗わずにキッチンペーパーでこういうふうに拭き取ってあげます。で水で洗っちゃうとすごく水を吸っちゃって水っぽくなっちゃったりとか、なんか独特のこのキノコのキノコ臭っていうか土臭さっていうのがこうグッと出てきちゃうので、なるべくペーパーで拭き取るようにしてください、汚れは。そしたら半分に切って、黒いとこがあれば気になれば取ってください。はいはい、じゃあ全部切り終えたらフライパンに火をつけて強火にします。そしたら、切った断面のまっすぐなところを下にして、この油がちょっと固まっているので油をこう、伸ばすような感じで広げながら、乗せていきます。はい、今ちょっと油を、入れた時にぐっと吸われちゃったので、もう少し足しておきます。ちょっとこの油の量は様子を見ながら少しずつ足していく方がいいかなと思います。今もう一回大さじ1杯ぐらい。大さじ1杯今日入りましたね。今まだ火は強火のままです。でなるべくだったらこの強火のまま焼いていきたいんですが、あまりにも、フライパンに対してきのこの量が少なかったりすると結構白い煙がふわーっと湧いてくるので、そこまでなってしまったら少し中火から強火の間で煙が出ない範囲の、強火に調整してください。でなんで強火がいいかっていうと、きのこって本当にすごく水分があるので、弱火で
ジュクジュク焼いていくと水分ばっかり抜けちゃって、すごい水分がバーッと出てきて、なんていうか水っぽくなってしまうので、強火で水分を、表面についてる水分を飛ばして蒸発させて焼き色をつけてあげる。そうするとその焼き色が水分をそれ以上出すのを防いでくれるので、ジューシーにかつ焼き色がしっかりついたうまみのある焼き上がりになります。でたまに今ちょっと煙出てきたので少し、火を落として、たまにやっぱり焼きムラが出てくるのでフライパンの向きも変えます。で今全く触ってない状態なんですけど、少しきのこ縮んできてます。そして上から見てると、焼き色が少しついてきてるところが分かるような感じです。これとかそうですね、結構茶色くなって、こういうのは茶色くなってきてるので、ここは結構火が当たっていたっていうことが分かりますね。そういう場合はこのフライパンの火が当たってるところを、この色がついてなさそうなところに当ててあげて、なるべく同じタイミングでひっくり返せるような感じで調整ができるとすごく綺麗に色がつきます。ではい、感じで上から見て分かりにくいところはひっくり返してみます。油を吸いすぎちゃうと重たくなっちゃうので、油は様子を見ながら、少なそうだったら少しもうちょっと足してもいいので足しながら、様子を見ながら焼いていきます。はい、こんな感じで全部こう綺麗に断面火が入ったらベーコンを切って、今日このベーコンはちょっと近所で自家製のベーコンを作ってる方からもらったベーコンなんですけど、普通に薄切りのベーコンしかない方は薄切りのベーコンを短冊状に切ったものを使ってください。で片面まっすぐな面が焼けたらこのベーコンを加えて、はい、で、もう少し火を入れていきます。でなるべく平らな面は綺麗に焼き色がつくので、4つありにさば2面平らな面がある感じなので、それもひっくり返して動かさずに焼き色がつくまで焼くと。でくるんとこう丸くなってる部分はあまり焼き色はつかないので、残りのこう火を入れるような感じで火を通していく感じです。その際にベーコンを入れてさっと炒めるっていう感じです。でベーコンも軽く焼き色がついたらひっくり返して、でベーコンもしっかり炒まったらここでようやく混ぜて、そして初めて塩コショウをします。油が結構ベーコンから出てきているので、油は一旦ざるでもいいし、そういうバットでもいいので油を切ります。最後に塩をする理由は、塩は脱水作用があるので、先に味をつけてしまうとどんどん水分が出てこのような焼き色がつかないので、味付けは最後にします。できのこは結構うまみを持ってる食材なので、割と塩はしっかりしてあげて、こうぐっとうまみを引き出してあげて、でその付け合わせるものを優しくしたりとか、ちょっとメリハリをつけてあげるといいと思います。だからこのきのこのソテーをサラダの上に散らしてドレッシングかけて食べたりしても美味しいですし、あと今の季節だと栗とかかぼちゃのポタージュの付け合わせと
浮き身として使うのもいいと思いますし、いろんな食べ方ができます。でもっとおかずっぽい感じできのこソテーを作りたいっていう人は、もうちょっと大きなしいたけとか、そういう厚みのあるしいたけとか、そういうものを混ぜてきのこの量を増やして同じように焼いて、そして最後に塩コショウと、あとにんにくのみじん切りとパセリとかあれば最後に炒めて入れて香りが出るぐらいでストップしてあげると、本当にボリュームのあるなんかきのこの一品になりますし、鶏肉とかを焼いてそのきのこを付け合わせて食べるのも美味しいので、いろんな使い方はできると思うので、はいはいはい、今日はきのこソテーを作りました。はい、いろんな、使い方もできますし、今季節的にもきのこ美味しい季節なので、ぜひ作ってみてください。それではさようなら。